皆さん、こんにちは。ヒロージャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは10分ぐらいの短いエピソードをお届けします。ぜひ通勤途中や休憩時間などに聞いてみてください。今回のテーマは豆だです。豆だという言葉、聞いたことありますか？この言葉の意味は、小さいことでもめんどくさがらずにきちんとすることです。この豆だはもともと豆から来ています。豆って小さいですよね。そこから小さいことを大事にする、細かいことまできちんとするという意味が生まれました。それでは例文を3つ紹介します。1つ目、彼って連絡豆だね。例えば、彼氏がいたとします。その彼氏は彼女によく連絡をします。朝、おはようから始まり、今日何するの？とか、今どこにいるの？とか、夜におやすみなさいみたいな感じで、彼女のことを思ってよく連絡をするということです。2つ目、彼女はまめに部屋を掃除する人だ。こまめに掃除をするということですね。毎日ちゃんときれいに掃除をするということです。3つ目、部長は出張のたびにお土産を買ってくれる。まめな人だな。会社の部長が出張に行くたびにお土産を買ってくれます。例えば東京、大阪、沖縄、それぞれその地域で有名な、お菓子があると思うんですけれども、それを社員のために買ってきてくれる。細かいところまで気遣いができる部長だなと感じますね。ということで例文を3つ紹介しましたが、使い方わかりましたか？今回のテーマは豆だです。私は以前日本で小学校の先生をしていた時のことなんですが、ほうれん草をまめに行う人でした。ほうれん草と聞くと、あれ？野菜の名前かなと思いますが、ここで言うほうれん草は報告、連絡、相談の略した言葉です。小学校で働いていると、小学生、子どもたちはとても元気ですが、毎日何か問題が起こるんですね。で、自分で解決できそうなものはやりますが、それ以外のこと、例えばどうやって解決したらいいかわからない、初めてのこととか、そういう場合は他の先生たちにその問題についてすぐに共有します。一人で抱え込む、一人で解決しようとする、私一人独断で決めるとなると、さらに問題が悪化する可能性があるからです。ですので、些細なことでも一緒に働く先生たちに相談をして、どうしたらいいのか考えて問題を解決するっていう風なやり方でやっていました。ということで、まめに先生たちに報告、連絡、相談をしていました。あと、保護者にもまめに連絡をしていました。
学校で、怪我をしましたとか、友達とトラブルが起きました、そういう時にも先生は保護者に連絡をします。よく多かったのが電話ですね。学校が終わって子どもが親に今日あった出来事を必ずしも言うとは限らないので、先生の方から電話をして、今日こういうことがあったんです。でお互いの話を聞いたらこういうことで、それでこういうふうにとりあえず、対処しましたということを保護者にしっかりと伝えます。子どもは言葉がそんなに多くないので十分な説明ができなかったりとか、事実と違ったことを言ったりするっていう場合もあるからです。というのでね、先生がちゃんと伝えると大丈夫ですけど、子どもの言うことを鵜呑みに聞いてしまって、誤解してしまうとか、学校や先生に対する不信感とか怒りが大きくなってしまうということもあり得るので、まめに電話をするようにしていました。だから毎日授業が終わって放課後になるともう誰かしらに電話していましたね。他の先生たちも同じなので、もう電話の取り合いみたいになっていて、電話がいた、すぐ電話しなきゃっていうのでね、いつも誰かしらに電話をかけていました。でもやっぱりその保護者に電話する前って緊張するんですよね。ちゃんと聞いてくれる方もいれば、怒ったりとか不機嫌になったりとかね、そういう方もいるので、そういう時に冷静に説明をしたりとか、すいませんでしたって謝ることで、保護者も落ち着いて話を聞いてくれたりするので、電話をする前はいつもヒヤヒヤしていましたね。電話が終わったらちゃんと伝えられてよかったなって安心しますね。皆さんはまめに行うことってありますか？考えてみてください。では今日出てきた単語を復習します。まめだ、まめだ。細かい、細かい。不機嫌、不機嫌。ヒヤヒヤする、ヒヤヒヤする。今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。バイバーイ。